どうもこんにちは。ホビーチャンネルむさしです。今まで塗装してきたボディとパーツを組み立てていきます。リアフェンダーの接着になります。流し込み接着剤で接着していますが、塗装面でも構わずに流し込んでいきます。流し込み接着剤が塗装もその下のプラスチックも一緒に溶かして接着してくれます。溶けた塗装で接着不良を起こしそうですが、パーツの固定程度では問題がないようです。エンジンルームも同様に接着していきます。ウィンドウのクリアパーツは表面に擦り傷がついていたので、コンパウンドで磨いておきます。ウィンドウにはキットにマスキングシートが付属しているので、それを使ってマスクしておきます。エンジンカバーにインレットマークを貼ります。カーボンデカールの上に直接貼るので、透明シートを剥がすときにデカールまで剥がれてしまわないように慎重に剥がしていきます。マスキングシートを貼ったウィンドウパーツを艶消し黒で塗装します。同じ艶消し黒で塗るパーツも一緒に塗装しておきます。マスキングがうまくいかなかったところはエナメルシンナーで修正します。エナメルシンナーでラッカー塗料は溶けないと思われていますが、多少ラッカーも溶かすようで、薄い吹きこぼれなどの軽い修正は可能です。塗料がしっかり定着してしまっているところは爪楊枝などでこすり落とします。バックミラーは接着位置が分かりづらいですが、接着箇所を示す薄いモールドがあるので、ずれないように慎重に接着します。フロントウィンドウの取り付けには流し込み接着剤を使用しました。フロントカウルにつくエアインテークにエッチングパーツを接着します。説明書では網目状のモールドの上にエッチングパーツを貼るようになっていましたが、エッチング越しに奥が透けて見えるように網目状のモールド箇所を削り飛ばしておきました。ここのエッチングパーツはひねりを加えて取り付けてあげる必要があります。まずパーツの側面、ひねりの起点になる箇所を接着します。
しっかり接着できたらエッチングパーツをひねりながらパーツの上側になる面を接着します。しっかり接着できるようスプレータイプの硬化スプレーも吹き付けておきました。エッチングパーツで用意されているワイパーの組み立てになります。組み立てたワイパーの取り付けは模型用セメダインハイグレードで行いました。模型用セメダインハイグレードは硬化するまで保持力がまるでないのでマスキングテープで固定しておきます。フロントカウルにパーツを取り付けていきます。流し込み接着剤を使用しましたが、これが大失敗でした。表側に流れ出してしまい、クリアパーツの縁 1mm 程度ですが溶けて曇ってしまいました。コンパウンドで磨いて修正してみます。コンパウンドで塗装が剥げてしまったのでリタッチしています。リタッチしたところが塗りムラになりますので、再びコンパウンドで平滑にしていきます。完璧とはいきませんが、だいぶごまかせたようです。クリアパーツに流し込み接着剤は二度と使わないと胸に刻みました。フロントノーズにエッチングパーツを取り付けます。ウインカーを取り付けます。ウインカーの裏にはミラーフィニッシュを貼っています。フロントライトを取り付けます。クリアパーツ部分に接着するので、今度は水溶性でプラパーツを溶かさない模型用セメダインハイグレードを使用します。カーモデルは最終工程に罠が潜んでいるようです。ボディへのパーツ取り付けがきれいにできるかどうかで完成した時のイメージがだいぶ違ってきてしまいます。
フロントカウルにダクトを取り付けます。フロントのノーズ部分を組み立てていきます。組み立てたフロントノーズを接着します。これでフロント周りは完成です。ドアの組み立てになります。クリアパーツの取り付けは模型用セメダインハイグレードです。はみ出したところは固まらないうちに水をつけた綿棒で拭き取っておきます。ボディにドアを取り付けます。ここははめ込むだけで接着はしません。開けるときと閉めるときにコツがいります。無理やり開け閉めすると爪が折れてしまいそうなので優しく取り扱います。だいぶ完成してきましたが、この動画での制作は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回で完成となりますので、続きが気になるようでありましたらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また高く評価ボタンを押していただけると制作の励みになりますのでよろしくお願いします。